マッチーズワールドへようこそ。皆さんはホンダのモトコンポというバイクをご存知でしょうか。モトコンポは車で目的地周辺の駐車場に着いたら、そこからは二輪のモトコンポで移動するという斬新な6輪生活のコンセプトを掲げ、シティというコンパクト感をトランクに積むために車と同時並行で開発された小さなバイクになります。このトランクバイクの実用性は決して高いものではありませんでしたが、すでに目的地周辺まで到着していることが前提なので、そこは問題ではなく、むしろ車だけでは駐車場から徒歩で行ける範囲が散策の基本となってしまうところ、その制約に縛られず自由に動き回れるメリットがあります。考えただけでもワクワクするこのコンセプトの素晴らしい点は、小型の二輪車をキャンピングカーやミニバンではなく、小気味良いハンドリングを持ったコンパクトカーに搭載している点にあると思います。もちろんキャンピングカーやミニバンで二輪車を運ぶのがダメということではないのですが、どちらもコンパクトなシティとモトコンポが示した6輪生活のコンセプトには理屈では語れない魅力があると感じます。幸いにも僕はコンパクトで運転の楽しいコペン GR スポーツを所有しているので、こちらに二輪車を積んで6輪生活を体験するべく、まずは可能性を検討してみることにしました。今回は6輪生活のコンセプトを体験してみたいという趣旨なので、コペンに乗せる二輪車は折りたたみの電動アシスト自転車にしようと思います。あえてアシストのない純粋な自転車を避けたのは、坂が多い場所などで体の疲れが行動範囲を狭めてしまうのを避けるためというもっともらしい理由もあるのですが、実のところ何らかの動力を持っている方がモトコンポのコンセプトに近そうだからというロマンに近い思いが大半を占めていたりします。一方で、僕は今まで折りたたみの電動アシスト自転車に乗ったことがなく、実際のフィーリングなどがわからないため、まずは試乗できるお店を探して乗ってみることにしました。まずは日本の三大自転車メーカーと言われるヤマハ、パナソニック、ブリヂストンの中から唯一販売されている折りたたみの電動アシスト自転車であるパナソニックのオフタイムに試乗してきました。お邪魔したのはサイクルベース朝日厚木店の電動アシスト館です。こちらは電動アシスト自転車だけを取り揃えたコンセプトストアとのことで、かなり品揃えが充実していました。オフタイムの特徴は、このカテゴリーでは珍しいセンターモーターを採用していることです。また、パナソニックはバッテリーメーカーでもあるので、バッテリーの信頼性が高い点もメリットですね。一応、こちらを最有力候補として考えていたので、集中してフィーリングを確認してきました。試乗して真っ先に感じたのは、とにかくアシストの効き方に違和感が少なく、制御が洗練されていることです。ペダルに力を込めると間髪入れずにアシストされるレスポンスの良さは、センターモーターの利点が最大限に感じられるポイントですね。漕ぎ出しのトルクが強いのも特徴で、簡単にアシストの上限まで速度を上げることができました。一方で、残念ながらこの自転車にはいくつか気になる点もありました。1点目は、ギアは7段も必要ないと感じたことです。フロントのチェーンリングが 47T で、リアスプロケットの7速が 12T となっているので、7速でポタリングにちょうどいいくらいの設定です。チェーンリングやスプロケットの保護を考えれば、加速時は軽いギアから順にシフトアップしていくのが理想ですが、この自転車は漕ぎ出しのトルクが強く、軽いギアだと一瞬で回し切ってしまうので、低い速度域でのシフトが忙しすぎると感じました。また、7速でも大して速度が出ないので、停車する前にいちいちシフトダウンするのも現実的ではありません。本来は内装3段変速くらいがちょうどいい構成だと思うので、おそらくオーナーの大半は坂道以外はほぼ7速に入れたまま運用しているのではないかと思いました。気になった点の2つ目は、乗車姿勢が妙にスポーティーなことです。高さを調整できないハンドルが中途半端に低く設定されており、動力性能とちぐはぐな印象を受けました。致命的な問題ではありませんが、最後まで違和感が拭えなかったのも事実です。気になった点の3つ目は、リアブレーキにローラーブレーキを採用していることです。この自転車はハブモーターではなくセンターモーターなので、リアブレーキにもフロントと同じキャリパーブレーキを採用してくれれば、簡単にタイヤを外せる構造になったと思うのですが、ローラーブレーキだとチューブやタイヤの交換がかなり面倒なので、個人的にはいまいちだと感じました。最後、気になった点の4つ目は、ユーティリティの問題です。純正オプションのフロントバスケットを取り付けると干渉して折りたためなくなってしまったり、リアキャリアの取り付けは全く考慮されていないなど、
大手メーカーの製品としては爪の甘さが目立つと感じました。オフタイムは最有力候補として期待が高かった分、辛口の評価になってしまいましたが、パナソニックは多くのユーザーに向けて自転車を作っているので、この仕様がベストマッチの方もいるのだと思います。アシストの制御は洗練されていますし、バッテリーの信頼性も抜群ではあるのですが、とりあえず他の自転車も試乗してみることにしました。続いて試乗してきたのはベルモの Q2 になります。ベルモ Q2 は中国で製造し、クラウドファンディングで資金を集めて市販化された自転車となりますが、販売しているアベントゥーライフ株式会社は東京に本社がある日本の企業になります。率直なところ、クラウドファンディングで売っている自転車は玉石混交といった印象で、中には電動アシスト自転車の基準から逸脱した原付扱いのモデルもあったりするのですが、 Q2 は日本の型式認定を取得しており、実店舗での扱いもあるため、比較的安心して買えるように感じます。なお、こちらを試乗したいと思ったのは、坂道に強いというインプレッションがあったので、自分の中にアシスト力に関する基準を作りたいと思ったからです。お店の立地は西日暮里駅から徒歩15分くらいのところにあるのですが、住宅地の中にあるシャッターの閉まった地味な見た目の建物で、実は気づかずに一度通り過ぎてしまいました。一抹の不安を感じつつ中に入ってみると、たくさんの自転車が並んでおり、ちゃんとした自転車販売店になっていました。その後、書類を書いて一通りの説明を受けてから、試乗車の Q2 をお借りしました。試乗車は鮮やかなグリーンのカラーで、なかなかポップな印象ですね。なお、この自転車はバッテリーがシートポストに内蔵されており、モーターはリアハブに内蔵されているので、電動アシスト自転車にしては見た目がスッキリしています。なお、ディレイラーはシマノのターニーで、ブレーキは初めて見るフィレルというメーカーの機械式ディスクブレーキが採用されていました。コントローラーはモノクロの7セグが並んだシンプルなデザインで、写真では表示がはっきりしていませんが、実物は視認性も悪くない印象でした。ここからはインプレッションとなりますが、アシストレベルは1から5までの5段階となっており、平地では2から3で十分なアシストを感じられました。リアハブモーターなのでオフタイムのようなレスポンスの鋭さはありませんが、アシストレベルを5にするとオフタイムと同程度の加速が得られたので、ハブモーターも意外と悪くないと感じました。続いて試乗コースにある富士見坂という傾斜のきつい上り坂にやってきました。普通の自転車では立ちこぎをしても上りきるのは難しい坂ですが、 Q2 ではアシストレベル5でギアを1足にしておけばサドルに座ったまま上りきることができました。 Q2 はペダルを踏んだら踏んだ分だけグイグイと進んでいく感じで、これなら坂道を苦にせず移動できそうです。なお、平地でギアを7速に入れて普通に漕いだ時の巡航速度はだいたい20キロくらいで、ポタリングにはちょうど良さそうな印象でした。このようなベルモ Q2 ですが、気になった点が3つほどありました。1点目はギアは7段も必要ないと感じたことです。この点はオフタイムと全く同じで、ギア比の関係で大して速度が出ないのに漕ぎ出しのトルクが強いため、シフトが忙しい印象です。本来なら内装3段変速くらいがちょうどいいように感じました。気になった点の2つ目はシートポストのバッテリーです。見た目がすっきりしている点はいいのですが、自転車を折りたたむ際にシートポストの底面が地面に接するので、バッテリーのケーブルが地面との間に挟まって起伏が削れてしまう可能性があります。毎回忘れずにケーブルを切り欠きに合わせておけば大丈夫ではあるのですが、使用者の作業に絶対を要求する構造はあまりスマートではない印象です。ここでシートポストを下げる前にバッテリーのコネクタを抜いておけばいいのではないかとも思ったのですが、抜くときはともかく目視できないコネクタを手探りではめるのは結構やりづらく、慣れを要する印象でした。またバッテリーを自転車から外して家で充電する場合は、サドルごとシートポストを抜いて持ち帰ることになるのですが、その行動は何も知らない第三者から見ると不審者以外の何者でもないので、特に集合住宅にお住まいの方は注意が必要だと思いました。最後に気になったのは重量です。スペック上は 19.8kg となっており、オフタイムの 20.6kg よりは軽いのですが、持ち上げてみると数値以上にずっしりとした印象で、コペンはトランク開口部の位置が高いことを考えると、これは少々厳しいと感じました。なお、今回はフィーリングのチェックなので自転車の折りたたみサイズはあまり気にしていなかったのですが、試乗を終えてお店に戻ってからスタッフに折りたたみ状態の幅を測ってもらったところ、約 450mm となっていました。
コペンのトランク内部は高さが最大でも 460mm くらいなので、重量だけでなくサイズの点でも少々厳しいと感じました。ちなみにベルモは規模の小さな会社ですが、購入後に故障が発生しても2年間の保証と引き取り修理のサービスがあるとのことで、自転車を売りっぱなしにしない姿勢には好感が持てました。またスタッフがとにかく親切丁寧に対応してくださったのが印象的だったので、先ほど挙げた3つの問題が気にならず、Q2 に興味がある方は一度ベルモのお店に足を運んでみるのもいいと思います。続いて試乗してきたのはベスビーの PSF1 です。こちらはベルモ Q2 の3倍近いプライスの自転車となりますが、長距離も走れる質の高い折りたたみ電動アシスト自転車だというインプレッションがあったので、フィーリングを体験してみることにしました。お邪魔したのは南町田のグランベリーパーク内にあるトイファクトリー東京というお店で、こちらはキャンピングカーの楽しみを提案するトイファクトリーのアンテナショップという位置づけの店舗で、キャンピングカーだけでなくベスビーをはじめとしたさまざまなメーカーの電動アシスト自転車を取り扱っています。あれこれ眺めているだけでも楽しいですし、店内も明るく綺麗で雰囲気のいいお店ですね。書類を書いて一通りの説明を受けてから試乗車の PSF1 をお借りしました。それにしてもこのデザインは素直にかっこいいですね。なおディレイラーはシマノのアルタス、ブレーキはプロマックスの機械式ディスクブレーキがついており、コントローラーは見やすいカラー液晶のものが搭載されていました。パーツだけを見てもオフタイムや Q2 とは価格帯の異なる自転車であることが感じられますね。インプレッションとしてはとにかく加速がスムーズで、ベルモ Q2 が踏んだら踏んだ分だけグイグイと進んでいく感じだったのに対し、こちらはまるでアイススケートで氷の上を滑るかのごとく軽やかに速度が伸びていくのが印象的でした。フィーリングの特徴としては、ペダルの動力が抜けても少しの間アシストが続いている印象があり、これがスムーズな加速感に一役買っているように感じられます。乗車姿勢はこれまでで一番スポーティーでしたが、動力性能にマッチしていてむしろ好ましく、実際20キロを超えた後も速度を維持しやすいと感じました。外装7段変速も有効に機能している印象で、確かにこのフィーリングならある程度の長距離も走れそうだと感じます。Q2 とは3倍近い値段の差があるので当然ではありますが、率直な印象としてこれはカテゴリーの異なる自転車だと思いました。ちなみに PSF1 は折りたたみ方式が独特で、いわゆるブロンプトンタイプと呼ばれる前輪も折りたたむ方式になっています。また重量は 18.3kg となっており、Q2 よりも 1.5kg 軽いだけなのですが、実際に持ち上げてみるとだいぶ印象が異なり、直感的にこの程度であれば大丈夫そうだと感じました。なお PSF1 で一点気になったのは、左側のフロントフォークが折りたたみ時の干渉によって傷だらけになっていたことです。お店の人に話を聞いたところ、コンパクトに折りたためる分、いくつか干渉しやすい部分があるとのことで、繊細な印象を受けました。また、店員さんとの会話の中で、横倒しに車載したいと伝えたところ、基本的にフォールディングバイクは縦置きでの保管を前提に設計されており、少なくとも PSF1 ではお勧めできないと言われてしまいました。理由としては、ブレーキレバーやコントローラーがあるハンドル側を下にはできず、かといって反対側を下にすると、ディレイラーと左側のフロントフォークが干渉した状態で重量がかかってしまうことや、ディレイラーハンガーを曲げてしまう可能性があるためだそうです。これまでは意識していませんでしたが、自転車を横倒しに車載したい場合は、折りたたみの方式やフレーム形状、パーツの位置関係にも注意して選ぶ必要があるようです。今回、それぞれ性格の異なる3台の折りたたみ電動アシスト自転車を試乗してきた結果、いろいろな知見を得ることができました。6輪生活に組み込む2輪車選びに向けて、ますます気持ちが盛り上がってきたので、今回得た知見を踏まえつつ、引き続き自転車選びをしていきたいのですが、長くなってしまったので、一旦ここで区切りたいと思います。続きも順次作成していきますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。